はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。今回の動画はですね、最初にナスダック、NVIDIA、で、ビットコイン、で、インドのですね、指数がですね、ちょっとまずい感じになっているので、その解説と最後に日経平均についてお話をしておしまいにします。最後までご視聴いただければ幸いです。では早速ナスダックの方なんですけども、先物の冷やしチャートですが、ナスダックは前回のね、動画で申し上げた通り、週足と日足で下落トレンドになっているんですよね。日足の方ではですね、こちら、一目のですね、雲の下限のところでサポートされる形で今、相場の方戻っています。特に CPI の発表後にですね、大きく戻っているという状況ですね。日足の方でですね、青い線でレジスタンスライン引いたんですけども、木曜日の日ですね、一旦このレジスタンスラインに到達して、そこから上髭で売られて陰線で引けました。こういうのはレジスタンスラインに到達した時によくあることですね。ですが、金曜日の日ですね、陽線で、レジスタンスラインをですね、ちょっと抜けたような状況になっています。ここまで来るとですね、あと重要となるのは、日足と週足の下落トレンドどうなったら終わるのかっていうことなんですけども、主要な高値ですね。こちらの主要な高値を超えると、日足と週足の下落トレンドが終わることになります。こちらですね。21,896ポイントの高値なんですよね。ここを抜けていくことによって、ここをですね、こんな感じで抜けていくことによって、日足の下落トレンドと週足の下落トレンドが終わるということになります。現状はですね、まだこの21,896ポイントの高値を超えられていないので、下落トレンドの途中ですし、この21,896ポイントに到達せずにですね、戻り売りにあってしまうっていう可能性も現状はあるということですね。ですから、来週の相場でそこを確認していくということになるわけですね。で、一つ誤解していただきたくないのは、仮にですね、この21,896ポイントを超える上昇になって、日足とね、週足の下落トレンドが終わったからといって、それで上昇トレンドが始まるわけではないというのは、何本か前の動画でも申し上げたことですね。一つのトレンドが終わった時には必ず3つの可能性を考える必要があります。一つは何かというと、持ち合いの相場になるということですね。このような持ち合いの相場になってしまう可能性があるということです。で、2番目ですけれども、2番目の可能性としては、逆方向のトレンド、つまり、このように上昇トレンドが発生するということですね。で、3番目の可能性としているのは、下落トレンドは一旦終わったと。このように下落トレンドは一旦終わったんだけれども、また新たな下落トレンドが始まるという可能性ですね。ですから、持ち合いになる上昇トレンドの発生、新たな下落トレンドの発生という3つの可能性を、この21,896ポイントを超えた時に考えておく必要があるということです。CPI でですね、ちょっとインフレ落ち着いてるんじゃないかということが確認できて相場が上昇しているわけですけれども、1月20日にですね、トランプ氏が大統領に就任してから、政権の運営が始まるわけですが、トランプ大統領の政策っていうのは、インフレをね、再燃させる可能性があるというふうに言われておりまして、米国のですね、10年債の利回りですね、月足のトレンドの方、主要な安値、こちら、上昇トレンドの主要な安値、こちらになっていまして、上昇トレンドがですね、ずっと継続しているわけですね。2023年のこの下落とか、あるいは2024年のこちらの下落っていうのは、月足の上昇トレンドの調整中ということになりますので、こちらの主要な安値ですね、3.253% の安値割り込まない限りは、月足で上昇トレンドの方を継続していますので、月足のですね、こちらの最高値の方ですね、この 5.021% の高値をですね、超えていく可能性というのはテクニカル上あるわけですね。そうするとですね、この日足や週足の下落トレンドが終わったとしてもですね、丸2番目の上昇トレンドがですね、素直に発生していくかどうかっていうのはわからないですし、その上昇トレンドが仮に発生したとしても、上昇トレンドの継続力がですね、どの程度あるのかっていうことは、現時点で明言していくっていうのはなかなか難しいことですので、しばらく警戒しながら相場の方を見ていく必要があるなというふうに思いますね。で、NVIDIA なんですけども、週足の方では主要な安値を割り込んで、すでに週足の上昇トレンドは一旦終了しているわけですね。月足の方で上昇トレンドが終了する主要な安値はこちらですね。この 126.86 ドルまで相場の方を下落してしまうと、週足の方に戻しますけど、この 126.86 ドルまで相場の方を下落してしまうと、月足の方の上昇トレンドが終わってしまうということになります。投資がうまくいかない。その悩み、堀江投資塾に入って解決しませんか？国内証券会社でトレーダーとして10年のキャリアを持つ堀江がレクチャー。1日たった100円で学べる。会員から喜びの声多数。いつまでも初心者でいる必要はありません。堀江投資塾で検索。
で、NVIDIA はですね、2月26日の水曜日に決算発表の予定になっていますので、また決算に対する期待感でですね、ちょっと買われていく可能性もあるんですが、最近決算発表後のね、反応が良くないことが続いていますので、引き続きですね、月足の主要な安値を割り込むかどうかについて警戒して見ていく必要があるということですね。はい。で、ビットコインですね、一時、1665万ぐらいまで買われてから、上髭になったんですが、また再び上昇してきています。ビットコインのですね、直近の目標値は1850万っていうのは過去に出した動画の方で申し上げている通りです。ドル建てのビットコインですと12万ドルぐらいっていうのが現在の目標値になっています。なぜ1850万とかあるいは12万ドルっていう数値が出てきたのかについては過去に公開している動画の方をご覧いただければ幸いです。それでですね、インドのセンセックス指数ですね。実はとても良くない動きになっています。すでにですね、何本か前の動画で、インドのですね、月足の上昇トレンドを終了しているという話をお伝えしています。こちら主要な安値だったんですね。で、こちらの方、割り込んだのが11月ですね。昨年の11月に割り込んで月足の上昇トレンドが終了しました。でその後ですね、何が起こったかというと、下落してから一旦戻ったんですが、史上最高値を超えることができずに割り込んでしまって、直近の主要な安値ですね、割り込んでしまったんですよね。つまりこちらの安値ですね。割り込んだことによって、インドのセンセックス指数の月足は、下落トレンドが今発生しているんです。月足の下落トレンドなんで、これはかなり警戒しないといけないです。今ちょうどですね、すでにサポートラインの方を引いてあって、そこのサポートライン上に今位置してるんですよ。ですから、そこで今ちょっと踏みとどまっているという状況にはなっているんですけども、そこをもしですね、こう下抜けてくるとですね、本格的な下落になってしまう可能性がある状況ということですね。で、この月足の下落トレンドが終わる場所ってどこなのかっていうと、直近の主要な高値を超えたところになりますので、昨年12月の高値を超えることができるかどうかにかかっているわけですね。ですから、この下落トレンドでですね、空売りとかで儲けたいという人がいる場合、損切りのポイントとして設定するべきは、この昨年の12月の高値のこの水準、82,317になるわけですね。82,317を超えてしまうと、この月足の下落トレンドが終了することになりますから、ここを損切りのポイントとして設定して、空売りで儲けていくかどうかっていうことを検討するということですね。だからインドのですね、この指数ってなかなか空売りで儲ける商品っていうのがそんなにないんですよね。CFD でですね、インドの指数の取り扱いがある会社ってほとんどないですし、日本で買えるベアの ETF って多分ないんじゃないかなと思うんですよね。そうするとインドの ETF を信用で空売りしていくっていう選択を取るしかないのかなっていうことなんですけども、空売りだとですね、制度信用取引で空売りやると6ヶ月以内に買い戻しをしなければいけないので、その点も考えつつですね、ロスカットの水準はすでに解説した通りですから、そこを踏まえてですね、実際に空売りで勝負するかどうかを決めていただければと思います。自己責任でお願いしますね。はい。で、最後に日経金先物なんですけども、レンジのですね、やっぱ上限付近から結局売られる展開になってしまってるんですよね。だからといって、下限をですね、突き抜けていくかというとそうでもない。日経金の方は本当に短い時間軸の売買をしていくぐらいしかなくてですね、なかなかスイングトレードで利益を出していくのが難しい時間がずっと続いているということですね。結局のところ引き続きですね、この上限をちゃんとブレイクするのか、それとも下限をしっかりブレイクするのかっていうところを見ていくしかないということですね。はい、いかがでしたでしょうか。本日の動画面白かったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。